春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は前回の曲がったはしごラダーをスプラインメッシュを使って曲線を滑らかにしてみたいと思います。スプラインメッシュ作ってみた。早速作ってみましょう。1、スプラインメッシュアクターの作成。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP スプラインメッシュアクターにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、スプラインコンポーネントを追加します。コンストラクションスクリプトに移動します。スプラインにスタティックメッシュを複数配置するために、フォーループノードを配置します。コンストラクションスクリプトノードにつなぎます。インデックスを右クリックして、変数へ昇格します。ループボディにつなぎます。スプラインの長さをスタティックメッシュの長さで割って、スタティックメッシュの数を取得します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットスプラインレンクスノードを配置します。ゲットスプラインレンクスノードより、ディバイドノードを配置します。変数メッシュレンクス、フロート型を作成します。変数メッシュレンクス、フロート型は、スタティックメッシュの長さです。一旦コンパイルします。デフォルト値、メッシュレンクスを 30.0 にします。インスタンス編集可能を有効にします。変数メッシュレンクス、ゲットノードを配置します。ディバイドノードにつなぎます。ディバイドノードをフォーループノードのラストインデックスにつなぎます。スプラインメッシュコンポーネントを追加してスタティックメッシュを指定します。アドスプラインメッシュコンポーネントノードを配置します。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前をスプラインメッシュにします。変数スプラインメッシュ、セットノードより、セットスタティックメッシュノードを配置します。ニューメッシュを右クリックして、変数へ昇格します。名前をスタティックメッシュにします。インスタンス編集可能を有効にします。アドスプラインメッシュコンポーネントノードを選択します。詳細パネル、スプラインメッシュ、スムーズインタープロールスケールを有効にします。スムーズインタープロールスケールは、トゥルーの場合は、スケーリングロールオフセットにスムーズな保管を使用します。フォールズの場合は、線形保管を使用します。スタティックメッシュを追加していく軸を指定します。変数スプラインメッシュ、ゲットノードを配置します。変数スプラインメッシュ、ゲットノードより、セットフォワードアクシスノードを配置します。セットスタティックメッシュノードにつなぎます。Z 軸方向に伸ばしていきたいので、インフォワードアクシスを Z にします。インフォワードアクシスを右クリックして、変数へ昇格します。インスタンス編集可能を有効にします。配置するスタティックメッシュの開始位置と終了位置を指定します。変数スプラインメッシュ、ゲットノードを配置します。変数スプラインメッシュ、ゲットノードより、セットスタート&エンドノードを配置します。セットフォワードアクシスノードにつなぎます。配置するスタティックメッシュの開始位置を取得します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ディスタンスを右クリックして、変数へ昇格します。名前をディスタンススタートにします。コーディネートスペースはローカルにします。リターンバリューをスタートポジションにつなぎます。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットタンジェントアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。変数ディスタンススタート、ゲットノードを配置します。ディスタンスにつなぎます。コーディネートスペースはローカルにします。リターンバリューより、クランプベクターサイズノードを配置します。タンジェントがメッシュレンクスを超えないようにします。変数メッシュレンクス、ゲットノードを配置します。マックスにつなぎます。リターンバリューをスタートタンジェントにつなぎます。配置するスタティックメッシュの終了位置を取得します。スタートロケーション&タンジェントと同じなのでコピーして貼り付けます。ディスタンスにつながっている変数ディスタンススタート、ゲットノードを削除します。ディスタンスを右クリックして、変数へ昇格します。名前をディスタンスエンドにします。変数ディスタンスエンド、ゲットノードを配置します。ディスタンスにつなぎます。リターンバリューをエンドポジションにつなぎます。リターンバリューをエンドタンジェントにつなぎます。
配置するスタティックメッシュの開始位置のディスタンスを取得します。メッシュレンクスをインデックスの数だけ加えることで開始位置を取得します。変数ディスタンススタート、セットノードを配置します。変数インデックス、セットノードにつなぎます。変数インデックス、ゲットノードを配置します。変数インデックス、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。変数メッシュレンクス、ゲットノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。マルチプライノードを変数ディスタンススタート、セットノードにつなぎます。配置するスタティックメッシュの終了位置のディスタンスを取得します。配置するスタティックメッシュの開始位置に、メッシュレンクスを加えることで終了位置を取得します。変数ディスタンスエンド、セットノードを配置します。変数ディスタンススタート、セットノードにつなぎます。変数ディスタンススタート、ゲットノードを配置します。変数ディスタンススタート、ゲットノードより、アドノードを配置します。変数メッシュレンクス、ゲットノードを配置します。アドノードにつなぎます。アドノードを変数ディスタンスエンド、セットノードにつなぎます。配置するスタティックメッシュの終了位置がスプラインの長さを超えないようにします。ブランチノードを配置します。変数ディスタンスエンド、セットノードにつなぎます。変数ディスタンスエンド、ゲットノードを配置します。レスノードを配置します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットスプラインレンクスノードを配置します。レスノードにつなぎます。レスノードをコンディションにつなぎます。配置するスタティックメッシュの終了位置がスプラインの長さより小さければ、トゥルーに処理が流れます。配置するスタティックメッシュの終了位置がスプラインの長さより大きければ、フォールズに処理が流れます。トゥルーにアドスプラインメッシュコンポーネントノードをつなぎます。配置するスタティックメッシュのロケーションを調整します。アドスプラインメッシュコンポーネントノードのリラティブトランスフォームより、メイクトランスフォームノードを配置します。ロケーションを右クリックして、変数へ昇格します。名前をスプラインメッシュロケーションにします。インスタンス編集可能を有効にします。コンパイルして保存します。BT スプラインメッシュアクターをレベルに配置します。詳細パネル、デフォルト、スタティックメッシュにスタティックメッシュをセットします。前回作成した SM ラダーをセットします。スプラインポイントを伸ばすとメッシュが追加されます。詳細パネルで、セルフを選択します。その他のデフォルト値を変更してみましょう。オルトキーを押してスプラインポイントを増やしてみます。スプラインポイントを移動して曲線にします。スタティックメッシュを滑らかに配置できましたね。前回の BT ラダーに適用。前回の BT ラダーに適用してラダーを滑らかな曲線にします。BT ラダーを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。ラダー用スタティックメッシュを切断します。BT スプラインメッシュアクターを開きます。コンストラクションスクリプト以下をコピーします。BT ラダーのコンストラクションスクリプトに貼り付けます。コンストラクションスクリプトノードにつなぎます。一旦コンパイルします。変数にエラーが発生します。エラーが上がっている変数を右クリックして、変数を作成します。もう一度コンパイルします。エラーが消えましたね。変数メッシュレンクスをインスタンス編集可能を有効にします。変数スプラインメッシュロケーションをインスタンス編集可能を有効にします。変数インフォワードアクシスをインスタンス編集可能を有効にします。コンパイルして保存します。レベルに配置されている BT ラダーを選択します。メッシュレンクスを 30.0 にします。スプラインメッシュロケーションを X0.0、Y-50.0、Z-25.0 にします。インフォワードアクシスを Z にします。まっすぐ上に伸ばしているラダーも設定します。
極端に折れ曲がっている箇所を修正します。滑らかな曲線になりましたね。起動してみましょう。設定ファイル。道路や線路など様々な場面で使えそうですね。スプラインメッシュを実装するメリットは、柔軟な形状の作成。スプラインを使用することで、曲線や複雑な形状を簡単に作成できます。道路、川、パイプなどの自然な曲線を持つオブジェクトに最適です。動的なメッシュ配置。スプラインに沿ってメッシュを動的に配置できるため、手動で配置する手間を省け、時間と労力を大幅に節約できます。リアルタイム編集。スプラインのポイントを移動することで、リアルタイムにメッシュの形状を変更でき、デザインの試行錯誤が容易になります。スムーズなアニメーション。スプラインに沿ったアニメーションを簡単に設定でき、キャラクターやオブジェクトの滑らかな動きを実現できます。効率的なリソース管理。スプラインを使用することで、メッシュがインスタンス化され、パフォーマンスが向上します。ビジュアルの一貫性。スプラインに沿ってメッシュを配置することで、ビジュアルの一貫性を保ちながら、複雑なシーンを構築できます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。